こんにちは、ミッキーです。今回は港町が実現する異空間横浜カフェ6選としてご紹介します。関東屈指の人気エリア横浜みなとみらい。年末はクリスマスマーケットの開催などの影響もありまして、その混雑具合はディズニーリゾート顔負けレベル。ただ年が明けると一転、もちろん人も多いですが混雑というほどではなくなり、むしろ過ごしやすさすら感じることのできるエリアです。そんな背景も踏まえつつ、2024年のスタートダッシュとして今こそ行ってみてほしいような横浜エリアのお店をピックアップしてみました。もともと港町として国際色が豊かだからこその横浜の雰囲気、その街並みに溶け込んだ魅力的なカフェの数々をぜひご堪能ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、関内駅の近くにありますネイサンコーヒー1884というお店です。2022年12月に関東学院大学横浜関内キャンパス1階にオープンしました。名前の由来は関東学院の源流の一つであります横浜バプテスト神学校が創立された1884年とアメリカのバプテスト派宣教師ネイサン・ブラウンにちなんで名付けられたということです。店内は高い天井と自然光が入る大きな窓、白とグリーン、ナチュラルウッドで開放的な空間になっていました。席の数もとても多く、すでに穴場的に利用できるような空間になったかなと思います。この日も土日の昼頃に訪れているんですけども、すんなりと入ることができまして、ご覧のように席にも余裕があって、さらに広々とした空間はゆったりと落ち着けるような雰囲気になっていました。グルテンフリーの健康志向フードなど、大切な人や自分の体をいたわりたい時に選べる体思いのメニューを選べる点もおすすめのポイント。今回はランチで訪れたんですけども、例えばこういった焼き菓子とドリンクを合わせていただいてカフェタイムを過ごすのもいいと思いますし、さらに学割も引くということなので、関東学院大学に在籍の方なんかはとても特にこの素敵な空間を味わえるようです。さてメニューですけども、ランチには今回いただきましたプレートの他にもパスタや丼メニューやピザもございますし、またデザートもとてもおすすめでございますので、ぜひこちらのドリンクと合わせていただいてほしいです。ドリンクもコーヒーメニューはもちろんのこと、特に紅茶が充実していましたので、紅茶好きな方にも必見なお店になっています。さてこちらがこの日いただきましたキッシュプレートセットになっています。たっぷりのサラダとスープ、キッシュのヘルシーなプレートになっていまして、季節の野菜とベーコンをふわふわの生地と一緒に焼き上げておりまして、とても美味しいメニューになっていました。サラダもボリューミーでございますので、そういった部分も含めてヘルシーです。またいずれのメニューに関しましてもプラス250円でドリンクセットにすることもできますので、ぜひそういった工夫もしてみてほしいです。そしてこちらが看板メニューになっていますネイサンプレートです。ネイサンプレートはご覧のようにミニサイズのキッシュ、ピザ、ライスボール、サラダ、スープ、デザートの日替わりプレートになっています。健康にこだわった食品を少しずついただけますので、女性にも人気がありそうなメニューです。またこちらの抹茶のスムージーに関しましては、抹茶とバナナのスムージーになっていまして、たっぷりのバナナと抹茶パウダーを合わせて作られていました。またスムージー他にこちらのミックスベリーとヨーグルトというものもいただきまして、こちらも抹茶のスムージー同様ベリーの味わいを感じられるヘルシーなスイーツになっていました。さて続いてご紹介しますのは横浜赤レンガ倉庫の周辺です。こちらは横浜にあります大桟橋から撮った景色になっていまして、横浜の象徴でもありますランドマークタワーや赤レンガ倉庫を一望できるスポットになっていますので、ぜひとも皆さんも訪れていただいて素敵な写真を収めてほしいです。さてこちらが横浜赤レンガ倉庫でございまして、横浜赤レンガ倉庫は前回の動画でもご紹介したんですけども、2022年の12月にリニューアルオープンしてますので、コロナ禍以降まだ横浜に訪れたことがないという方に関しましては、ぜひとも訪れてほしいスポットになっています。ちなみに横浜と申し上げてるんですけども、横浜市民の方にとっては横浜というと横浜駅のイメージが強いようで、私のように横浜の外から訪れる方にとっては港未来とかその周辺が横浜だと思ってるかと思うんですけども、微妙に住んでる方とそうでない方でニュアンスが違うようでございます。さてそんな横浜赤レンガ倉庫からご紹介しますのはこちら、グラニースミスアップルパイ&コーヒーというお店です。
こちらはおばあちゃんの家をイメージしたアンティークでウッディな店内になっていまして、ゆったりとした時間を過ごすことができるスポットです。店内もこのアンティーク調な雰囲気がまさに赤レンガ倉庫とマッチしておりますし、ご覧のように昼間に訪れた場合に関しましては、外から差し込む自然光もとても心地いい空間になっています。また店内の至るところにリンゴのオブジェ等が飾られていますので、そういった細かい工夫もぜひとも感じてみてほしいです。なんだかホッとする、どこか懐かしい、そんなおばあちゃんの味をコンセプトにしたアップルパイが魅力。味も見た目も違う数種類のバリエーションをいただくことができます。さて、少しだけこちらのグラニー・スミスさんのご紹介しますと、2012年の2月、世田谷公園に面した三宿通り沿いに小さなアップルパイの専門店としてスタートしています。はじめは小さなアップルパイの専門店として始まったんですけども、込められた思いはとても熱いもの。世界中で愛される様々なアップルパイをこの地でより多くの方々に提供したい。そしてアップルパイを通してリンゴの奥深い素晴らしさを広めたいという思いから展開しておりまして、今や世田谷の外にも展開するようなチェーン店になっています。北米ではおばあちゃんの味の代名詞でも知られているということもございますので、まさに北米ではお袋の味イコールアップルパイみたいなイメージもあるのかもしれません。また生産者の心のこもった安心で安全な食材を使って提供しているということでございますので、美味しいアップルパイを食べたいんだけれども健康にも気を使いたいという方に関しましてはまさに抜群なお店でございます。ちなみにお店のオープンと同時に青森や長野のリンゴ農家の協力を得まして、店名の由来にもなりました青リンゴの品種グラニースミスを植え始めたということです。グラニースミスという青リンゴは特有の爽やかな強い酸味を持っているんですけれども、火を通すことで甘くなるため、欧米では最もアップルパイに使われているリンゴの品種だということでございます。ただですね、日本では生産がとても少なく手に入れることが難しいということで、こういった青森や長野のリンゴ農家の協力が必須になってきていました。そんなグラニースミスさんでいただきましたのがこちらのリンゴのキッシュプレートになっています。アップルパイのイメージが強いかもしれませんけれども、こういったランチプレートもありますので、もしランチがまだで訪れた場合に関しましては注文するのも手かなと思います。今回はリンゴのキッシュプレートをいただいてるんですけれども、チキンとホワイトソースのキッシュというメニューもございまして、そちらは人参、玉ねぎ、ブロッコリー、じゃがいも、チキンとリンゴをホワイトソースに合わせて焼き上げた冬季限定のメニューになっていますので、タイミングが合う方はそちらも試してみてほしいです。そしてこちらは食後にいただきました横浜店限定のアーモンドチョコレートアップルパイです。しっとりアーモンドクリームと濃厚なチョコレートを合わせた一品になっています。食感も楽しいアーモンドスライスとクランブルを乗せて香ばしく焼き上げているということです。またこの日に合わせていただきましたのは京都生まれの有名コーヒー店小川コーヒーの豆を使用したブレンドコーヒー。深いけどマイルドな味と定評のありますコーヒーとアップルパイはベストマッチなので、そちらもぜひ試してほしいです。このベリーソースをかけていただくことでよりその味の深みが出ますので、ぜひとも試してみてほしいです。続いてご紹介しますのは2023年4月に誕生したばかりの横浜駅にありますユニコーヒーロースタリーの横浜ジョイナス店でございます。ユニコーヒーさん、過去の横浜編の動画では結構ご紹介していまして、館内のお店ですとか日本大通りのお店、そして横浜赤レンガ倉庫店のお店もご紹介していますので、ぜひともそちらもチェックしてほしいです。そしてついに横浜駅にもオープンしましたユニコーヒーさん。実はこのユニコーヒーロースタリーは美味しいだけではなくてエシカルな側面も持っています。軽くフルーティーな味わいが特徴のコーヒー豆はミャンマー東部シャン州の高地で栽培されたものです。シャン州は世界最大の麻薬密造地帯と呼ばれていますケシ生産エリア。ケシと高級コーヒーが育成する強行条件が類似している点に注目したミャンマー政府や国連薬物犯罪事務所はケシ畑からコーヒー農園への展開を始めています。ユニコーヒーロースタリーさんはこの豆の購入を通してミャンマー・シャン州の健全化と経済発展にも貢献しているということでございます。横浜駅西口から直結という高アクセスでございますので、横浜駅でショッピングやデートをした際の休憩としてもとてもぴったりなロケーションです。で、ユニコーヒーロースタリーさんに関しましては、スターバックスコーヒーのように店舗すべてで内装が異なっていますので、その内装の違いを比べていただくだけでも楽しめるような、そんな空間になっています。そして現在最も注目なのは生ドーナツ。ご覧のように午前の部ソールドアウトといった形でとても人気のメニューになっていますので、入手を頑張ってみてほしいです。生ドーナツはこちらの横浜ジョイナス店、大船店ユニドーナツという専門店の限定販売になっていますのでご注意ください。
味は映しておりました通り全部で6種類。フードロス削減につなげるため、規格外とされてしまう素材をサステナブルな生ドーナツという新しい形で再利用し、お客様へご提供しています。ここでもそんなサステナブルな取り組みが生きています。さて、この日はランチに訪れましたので、明太子クリームパスタ、そしてハッシュドビーフライスをいただいています。こちらのハッシュドビーフに関しましては、横浜ジョイナース店の他には麻布10番店でしか味わうことができない特別なメニューになっています。ホロホロの牛バラ肉に染み込むのは赤ワインの深いコク、コーヒーともぴったりでございますので、ぜひともいただいてほしいようなそんなメニューです。またこちらはユニコーヒーのシグネチャーメニューである固めプリン。しっかりとした食感と濃厚な卵の味わいに口当たり軽やかな生クリームを添えた大人気スイーツになっています。なんと店舗での手作りメニューでもございます。そしてこちらは明太子クリームパスタになっていまして、パスタメニューとしましては他にはボロネーゼや横浜ナポリタンもございます。横浜ナポリタンに関しましてはパスタ大盛り無料でございますので、がっつりと食べたい方に関しましてはナポリタンがおすすめです。他にもサンドイッチやホットサンドなんかもございましたので、ユニコーヒーさんというと軽食とコーヒーだとイメージされる方も多いかと思うんですけども、この横浜ジョイナス店に関しましてはランチにも使えるお店だと記憶していただくと良さそうです。そしてこちらが食をいただきましたカフェラテとプリンになっています。プリンの他のスイーツも注目でございまして、滑らかバスチーというバスクチーズケーキ、そしてカヌレもございます。他にはドリンクメニューとしましてクリームソーダも人気メニューの一つになっていまして、カラフルなクリームソーダの中から選ぶことができますので、こちらも試してみてほしいです。またコーヒーに関しましては普通の牛乳でもいいんですけれども、オーツミルクに変更したりアーモンドミルクに変更したりということもできますし、エスプレッソを濃いめにすることもできますので、ぜひともそういった部分も相談してみてほしいです。ちなみに牛乳を無脂肪乳や低脂肪乳に変更することに関しましては無料で選択することができますので、そちらもぜひ店員さんに相談してみて注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのは元町中華街駅の近くにあります元町コーヒーロースタリーさんでございます。こちらは2022年1月にニューオープンしておりまして、実はこの元町コーヒーロースタリーさんの系列店が日比谷にもございます。そちらの MCR 日比谷に関しましては別途日比谷編の動画でご紹介していますので、そちらも参考にしてみてほしいです。さて、元町コーヒーロースタリーさんに関しまして、こちらはブレンドコーヒーに特化した専門店です。元町コーヒーロースタリーで使用している木豆は全てシングルオリジンになっていまして、そちらのさらにスペシャリティコーヒーで提供していただけます。ご覧のように店内には大きな焙煎機がございまして、こちらで自家焙煎で提供していただけるという点もコーヒー好きにはたまらない空間になっています。シングルオリジンのスペシャリティコーヒーで提供いただけるという話をしたんですけれども、先ほど申し上げました通りブレンドコーヒーに特化したというところを魅力にしておりまして、シングルオリジンをあえてブレンドして上質の豆と上質の豆を合わせて良いブレンドを作るというコンセプトで運営しております。ブレンドコーヒーだけでも10種類以上のメニューがあるんですけども、ご自身の好みをバリスタさんに伝えることで皆様の好みに合わせたブレンドコーヒーを提案していただくことができます。実際にこの日もブレンドコーヒーをいただいた後にお店の方に尋ねていただいて、このコーヒー豆欲しいですといった注文されている方もいらっしゃいましたので、コーヒー好きな方はそういった楽しみ方をするのもおすすめかもしれません。さて、なかなかコーヒーの知識がない方もいるかと思いますので、軽くご紹介しますと、産地の味を表現するシングルオリジン、そちらをブルゴーニュのワインとしますと、カルベネ、ソービニオンとメルローなどをブレンドして複雑な味わいを表現するボルドーワインのように、異なるコーヒーを掛け合わせることによってその味を無限大に表現することができるということです。ご覧のようにコーヒーの味をビター、フルーティー、ダーク、ライトといったマッピングもしていただいていますので、比較的にも分かりやすいメニューになっています。その中、この日いただきましたのは冬季限定の MCR マサララテでございます。本格スパイスを使用したアレンジラテになっていまして、元町店限定になっています。ほのかなバニラシロップの甘さとスパイスが冬の体を内側から温めてくれますので、とてもおすすめなメニューになっています。続いてご紹介しますのは2023年7月にオープンしたばかりのタリーズコーヒー日本大通店でございます。タリーズコーヒーと言いますとチェーン店じゃないかというイメージをされる方も多いかと思うんですけども、こちらの日本大通店は一味も二味も違う特徴的なコーヒー店になっています。タリーズコーヒー日本大通店が入居していますこちら横浜情報文化センタービルは
天井の高さが約5メートルもある横浜市認定のなんと歴史的建造物です。石造りで角が丸い歴史的な建物の構造、内装にも明治や大正時代の雰囲気が感じられるところが多々ありまして、建物を目当てに訪れるゲストの方も多いということです。高い天井と日本大通りのイチョウ並木を見渡すことができます全面ガラス窓の開放的な内装は、都会の喧騒から離れて一息つくのにはぴったりなカフェになっています。同建物が位置する場所には関東大震災まではアメリカ領事館がありました。ただ震災によって全焼してしまいまして、横浜市が復興事業として横浜商工奨励館を1929年に建設。1975年までは商工団体の事務室として利用されまして、2000年に旧建物の外観を保存、中央に12階建てのビルを要する施設に生まれ変わったということでございます。そんな空間を生かして出来上がったこちらのタリーズコーヒーさん、店内はご覧のように意外と作業用に使われている方も多い印象でございまして、と言いますのもタリーズコーヒーさん結構充電が充実しているということもありまして、そういった充電もしつつ作業したりとか勉強したりといった空間としてもおすすめな空間になっていました。また客層としても落ち着いた方が多い印象でございましたので、ゆっくりと静かに過ごすことができる喫茶店のような空間にもなっているのかなと感じました。内装をさらに詳しく見てみますと、こういったインテリアも特徴的でございますし、さらに注目なのは床は古城をイメージした資材を使っているということで、以前は木目調の床だったものを石のような床に変えたということです。それによってお店全体の雰囲気も変わっていますので、そこも注目すべき点なのかなと思いました。もちろんテイクアウトも可能でございますので、こちらでテイクアウトして赤レンガ倉庫に向かっていただくのもおすすめかなと思いました。さて最後にご紹介しますのはこちら横浜ワールドポーターズの中のお店です。横浜ワールドポーターズはいろんな世界がここにあるというコンセプトのもと、1999年にオープンしております。ファッション、インテリア、雑貨など個性的な約150のショップ、レストランをはじめ映画館やアミューズメントも併設されていますので、一日中楽しめるような施設だということです。さてそんな中でご紹介しますのがこちらのカハラルームというところでございまして、ワールドポーターズ自体が1階にフードやハワイグッズを揃えたハワイタウンといったコーナーがありますので、そのイメージにぴったりな空間になっています。そんなワールドポーターズにありますこちらのカハラルーム、席の数はそんなに多くないんですけれども、他のお店に比べますと少し奥側にあるということもありまして、割と穴場に使えることもできましたのでご紹介しています。営業時間に関しましても11時から23時までオープンしておりますので、少し遅めのタイミングにデザートだけをいただくというのでもおすすめかもしれません。またカフェっぽい雰囲気でありながらビールも比較的充実しておりまして、ハワイアンビールをいただくこともできますし、食事のメニューは特に豊富でございます。ちなみに店内の内装に関しましてはハワイの高級リゾート地オアフ島カハラ地区をモデルにしているということでございまして、そういったところからカハラという名前がついています。店内はハワイアンミュージックもかかっておりまして、まるでハワイ観光のような気分になれるというところもおすすめなポイントです。さてまずはじめにご紹介しますのはこちらのロコモコ南国カレーになっています。ロコモコ南国カレーという名前ですけれども、こちらの店ではアイランドカレーという品目でカレーの種類が非常に豊富でございます。他にもハワイアンバーベキュービーフ南国カレーというものですとか、フライドチキン南国カレー、ハワイアンバーベキューチキン南国カレーといった形で野菜やお肉など分けつつ様々な種類がございました。そしてこちらでご紹介していますのがアイランドオニオンブラッサムというものです。このオニオンフライをまるで花のように装飾していただくことができまして、インパクト抜群なメニューになっていますので、ぜひ複数人で訪れていただいた時には少しずつ切り分けておつまみライクにいただいてほしいなと思います。もちろんビールと合わせるのもおすすめです。他にもサイドメニューとしてはフライドポテトやチーズフライ、チリフライやタコスやナチョスの提供もありましたので、そういったメニューもぜひ注文してみてほしいです。そしてこちらもおすすめなプレートメニュー、今映しているのはハワイアンバーベキューチキンというメニューなんですけども、チキン料理としてはケイジャングリルチキン、クリスピーフライドチキン、こちらのハワイアンバーベキューチキン、ハワイアンチキンカツといった形で4種類提供されていました。他にもロコモコプレートやハワイアンバーベキュービーフというプレートもありましたので、気になるものから注文してみてほしいです。先ほどご紹介したカレーのメニューと合わせてシェアしていただくのも個人的にはいいかなと思っています。そして食後にいただきましたのはこちらのキャラメルアップルというワッフルになっています。ワッフル、今回はスイーツ系のメニューをいただいたんですけれども、お食事系のワッフルもありまして、先ほどご紹介したようなチキンメニューに添えていただけるワッフルもございますので、そちらも注目です。ちなみに他のワッフルに関しましてはよりクリームがたっぷりだったので、少し控えめなこちらのキャラメル&アップルをいただいています。もちろんスイーツになっていますので、今回いただいたようなコーヒーなどと合わせていただくのがおすすめです。
コーヒーについてはハワイの粉コーヒーをおそらく使っているのかなと思いまして、普段皆さんがイメージされるコーヒーよりも少し酸味のあるようなコーヒーになっていました。以上、今回は港町が実現する異空間、横浜カフェ6選としてご紹介させていただきました。横浜と言いましても、みなとみらいエリアを中心に幅広くご紹介させていただきましたので、例えば赤レンガ倉庫周辺を訪れる方に関しましては、グラニー・スミスさん参考にしていただければと思いますし、館内周辺の雰囲気を楽しみたいという方に関しましては、冒頭のネイサンコーヒーさんなんかが参考になると思います。もちろん元町中華街周辺で元町コーヒーを楽しむのもいいですし、みなとみらい周辺を楽しむときには最後のカハラルームワールドポーターズ店なんかをお勧めしたいと思います。またいずれのお店に関しましてもテイクアウトもできるところが注目になっていますので、特に街歩きに最適な横浜の空間、コーヒーや紅茶片手に散歩していただくというのもいいのかなと思いました。今回で6回目になっていますので、ぜひ他の動画と合わせて横浜散策を充実させてください。以上ミッキーでした。ありがとうございました。